おはようございます。ケンです。今日のテスラは販売面ではかなり明るいニュースが出ています。中国では4月の販売が前年比 36% の増。韓国ではモデル Y が月間1万台を突破。さらに欧州でも登録台数の回復が見え始めています。一方でテスラが長年力を入れてきた4680バッテリーについては少し気になる報道も出ています。今日はテスラオーナーとテスラ株投資家が知っておきたい最新情報、これを整理していきたいと思いますので、最後までご視聴ください。まず最初は中国での販売です。テスラの中国製 EV 販売は2026年4月に79,478台となりました。前年同月比で 36% の増です。これはかなり大きな回復です。ここで大事なのは、この数字が中国国内だけではなく、上海ギガファクトリーからの輸出も含んでいるという点です。つまり、中国で売れたかどうかだけではなくて、上海工場全体がどれだけ動いているのかを見る数字でもあります。最近はテスラの需要は落ちているのではないかっていう見方もありました。特に中国では BYD をはじめとする現地メーカーとの競争が激しく、価格競争も続いています。その中で4月に前年比 36% 増という数字が出たことは素直にポジティブです。ただしここで一気に完全復活って見るのは少し早いと思います。大事なのはこの流れが5月、6月も続くかどうかです。1ヶ月だけの反応なのか、それともモデル Y の刷新効果や輸出回復によってしっかりと流れが変わってきたのか、ここは今後の販売データを見ながら判断する必要があります。次は韓国市場です。テスラは2026年4月、韓国で13,190台を販売しました。その中でも特に目立つのがモデル Y です。モデル Y は韓国で1ヶ月で10,086台を販売しています。輸入車として月間1万台を超えたというのはかなりインパクトがあります。BMW やメルセデスを上回り、テスラが韓国の輸入車市場で存在感をさらに強めています。ここで注目したいのは、テスラ全体が伸びたっていうより、やはりモデル Y が圧倒的に強いという点です。モデル Y は価格、サイズ、実用性、航続距離のバランスが良く、ファミリー層にもかなり刺さりやすいモデルです。日本でもそうですが、テスラの中で一番現実的に選びやすい車がモデル Y です。韓国でもその強さが数字に現れた形です。ただ、逆に言えば、今のテスラの販売はかなりモデル Y に依存しています。モデル3、モデル S、モデル X、こちらは生産終了しました。そしてサイバートラックなど他の車種でどこまで販売を支えられていけるのか、そして新車種が出るのかどうかですね。結局テスラにおいてはモデル S とモデル X の販売が終了したことによって車種は減るわけです。そしてその車種が減った状態で今後もやるかどうかっていうのが今後結構大きなポイントになってくるんじゃないかなと思います。そして販売の回復っていうのは中国と韓国だけではありません。先日もお伝えしましたが、欧州でも複数の国でテスラの登録台数が回復しているという報道が出ています。その中でも顕著なのがフランスですね。フランスでは登録台数が大きく増えたっていうデータもあります。もちろん欧州市場は国ごとに補助金や規制、納車のタイミングの影響が大きいので、単純に一つの数字だけでは判断できません。ただ、中国、韓国、欧州で同時に回復のニュースが出ているっていうのは重要です。投資家目線で見ると、今の市場が一番気にしているのは、テスラの需要が本当に戻っているのかという点になります。テスラはここ数年価格を下げながら販売台数を維持してきました。そのため、ただ売れているだけではなくって、値下げに頼らず売れているのか、モデル Y の刷新効果は一時的なのか、継続的なのか、ここが重要になってきます。今回の数字は少なくともテスラの需要が完全に崩れているという見方を弱める材料です。ここはかなり大きいと思います。次はカナダのモデル3プレミアム RWD です。カナダで新型モデル3プレミアム RWD の便の割り当てが始まりました。注文開始から1週間も経たないうちに一部の顧客に便が割り当てられ、6月の初旬の納車が予定されているようです。便が LRW で始まっているため、上海ギガファクトリー製であることも確認されています。これは一見すると
小さな納車ニュースに見えるかもしれません。でも実はテスラの価格戦略を見る上では面白いニュースです。テスラは上海製のモデル3を使ってカナダ市場で価格競争力を高めようとしています。ただし、カナダでは中国製 EV への輸入枠や関税をめぐる議論もあります。つまりテスラとしては上海製の車を使って安く供給したい。一方でカナダ政府としては中国製の EV が市場を一気に占めることに警戒をしている。この構図があります。テスラオーナー目線では選択肢が増えるのはいいことです。ただ、投資家目線では今後の貿易政策によってテスラの価格戦略が影響を受ける可能性っていうのがあります。ここは地味ではありますが、意外と重要なニュースです。そして次にロードスターです。テスラが次世代ロードスターに関連する新しい商標を申請しました。三角形のエンブレムの中にロードスターの文字とスピードや推進力を感じさせるデザインが入っています。ロードスターは2017年に発表されてからかなり長い時間が経っています。そのためこのニュースを見てついに発売かと期待する人もいると思います。ただ、ここは少し冷静に見た方がいいです。商標の申請は発売がすぐ近いことを意味するとは限りません。ただし、テスラがロードスターを完全に忘れているわけではないというサインにはなります。個人的には、ロードスターは今すぐ業績に大きな影響を与える車ではないと思います。でも、テスラのブランドの象徴としてはかなり大きいです。テスラがどれだけ尖った車を作れるのか、より一層未来な車を作れるのか、そしてその結果としてどれだけ話題性を作れるのか、そういう意味ではロードスターの動きっていうのはファンにとってもブランド戦略を見る上でも注目しておきたいニュースです。では最後に少し気になる4680バッテリーの話です。エレクトリックはテスラの4680バッテリーセルについて当初期待されていた性能に届いていないのではないかと報じています。4680セルはテスラがバッテリーデーで大きく打ち出した技術です。エネルギー密度の向上、コストの削減、航続距離の改善などかなり期待されていました。ただ、今回の報道ではサプライヤー製のセルと比べてエネルギー密度や充電性能、航続距離で劣る可能性が指摘されています。ここは少し慎重に見る必要があります。4680が失敗したと決めつけるのは早いです。ただ、発表時の理想と実際の量産性能の間にはまだギャップがあるように見えます。テスラはバッテリーを自社で作ることでコストを下げ、供給を安定させようとしてきました。でも、バッテリーの量産は本当に難しい分野です。設計図ではうまくいっても大量生産で安定した品質を出すのは別問題です。テスラオーナー目線では自分の車にどのバッテリーが使われているのか、航続距離や充電性能に違いがあるのか、ここは気になるポイントだと思います。投資家目線では4680が本当にコスト競争力につながってくるのか、ここが今後の確認ポイントになってくるんじゃないかなと思います。はい、ということで今日のニュースまとめていきたいと思います。まず、販売面ではかなり明るいニュースが続いています。中国では4月の販売が前年比 36% 増、韓国ではモデル Y が月間1万台を突破、欧州でも回復の兆しが見えています。これはテスラの需要に対する不安を少し和らげる材料です。一方で4680バッテリーについてはまだ課題も見えています。つまり今日のテスラっていうのは販売面では回復感がある。でも技術面ではまだ確認すべきポイントが残っている。そんな一日だったと思います。そして僕が今日のニュースで一番注目したいのはやはり販売の回復です。株価が上がるか下がるかは短期的には分かりません。ただテスラを見る上でまだ現状は需要が戻っているのかどうかっていうのはやはり重要な部分です。テスラっていうのはこれから先の技術に関して期待しているっていう部分はかなりあると思いますけれども、やはり現実問題テスラは EV を販売しているので、その EV の需要があるかどうかっていうのはやはり大きな材料です。ただし1ヶ月の数字だけで判断せずに今後もこの販売の需要っていうのが続くかどうかっていうのが引き続き重要になってくると思いますので、このあたりは冷静にね見ていきたいなと思います。はい、ではね最後にテスラの株価チェックしておきましょう。本日も上昇です。現在406ドルとなっております。このまま400ドルをキープして終えれるかどうか、これが大きなポイントになりそうです。
はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。通信です。もし最近電気代が高くなってきたな、災害の時の停電が心配だなと思っている方がいたら、ぜひ N 型太陽光パネルを検討されてください。この N 型太陽光パネルは従来のパネルよりも発電効率が高く、同じ面積でもより多くの電力を発電できます。だから少ないスペースでもしっかり発電ができて、結果的に電気代の節約につながります。さらに N 型には一般的なパネルと比べて劣化が少ないのが特徴です。だから長期間にわたって安定した発電量をキープできます。結果として将来的な電気代の節約効果も長続きします。しかもこの N 型パネルは曇りの日や朝夕でも発電効率が落ちにくい設計になっています。天気が悪くても安心してエネルギーを確保できるんです。これっていうのは EV の充電にも最適だと思います。僕自身も導入し非常に満足しています。これにプラスしてパワーウォールといった蓄電池があるとなおいいと思います。もし家の電気代をもっと安くしたいとか、災害時の停電対策を考えたいという方がいらっしゃったら、僕の方からあなたの地域でパワーウォールの取り扱い、N 型太陽光の取り扱いをしている代理店さんを紹介します。ご希望の方はまずは概要欄にお問い合わせフォームを置いていますので、そちらから問い合わせの方よろしくお願いいたします。はい、ではね、本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。